Hi everyone! 今日はね、僕自身のことについて少しお話ししたいなと思います。タイトルにもある通りなんですけども、僕は自閉症という障害、世間一般的に障害者って言われてるんで、そういう自閉症という障害を、抱えています。僕の診断された、病名っていうのかな、病名は高機能自閉症という障害です。自分自身もね、この高機能自閉症っていうのがどういう自閉症なのかあんまりよく分かってません。自分は聞いた側なんですけど、周りと合わせるのが苦手とか、すごくこだわりがあるとか、自分が思ったことをすぐ口に出してしまうとか、いろいろ言われた中で、なんか当てはまるな、そうやなっていうのは確かにあります。今回お話しするのは、僕が音楽を始めたきっかけであったり、なんでオーストラリアに今いるのかとか、そういうのも含め僕の過去を皆さんに、伝えて、どうやってその自閉症という障害を乗り越えたのかとか、家族の支えであったり、そういうお話を皆さんに伝えて、少しでも何かのお役に立てればなと思って、今この動画を撮ってます。なので最後まで見ていただくとすごく嬉しいです。まずお話ししないといけないのは、僕がどうやって自閉症と診断されたかってことなんですけど、僕は正直あんまり覚えてません。うちの母が教えてくれたことなんですけども、僕は3人兄弟の三男として、生まれました。一番上とは11歳離れて、2番目とは9歳離れて、ちょっと年が離れた兄弟なんですけども、小学校2年生の頃に自閉症と診断をされました。原因は、全く分かりません。覚えてません。ただ、全く人と話すことができなくなって、学校にも行けなくなって、喧嘩をたくさんするようになりました。学校の先生があまりにも僕が悪いことをするので、一旦診断を受けてくれとうちの両親に言いました。診断に行った日のことはよく覚えています。雨がすごい降ってて、もう土砂降りの中、母と2人で病院に行って、そこで、テストみたいなのを受けました。なんかパズルをしたり、こういう時にはどうするって聞かれたり、いろいろ受け答えをして、でそれが終わった後、母親とお医者さんが少し喋って、で一緒に雨の中また帰るっていう、帰り道にラーメンも食べてみたいな、そこはすごく鮮明に覚えています。でその後もね、学校に行けない日が続いたんですけど、うちの両親は共働きでして、僕が日中家にいるっていうことがあまりよろしくないってことで、学校には行くように。ただ学校には行くけども、そこで自分の行動を制限しないでくださいってうちの母が学校に伝えてくれたみたいです。だから学校に行っても授業を受けなかったり、ひどい時は学校を抜け出したり、みんなが授業を受けてる間に一人だけなんかお絵かきしたりみたいな、そんなことをしながら、学校には行ってました。ただやっぱり一人の時間がすごく多かったですね。コミュニケーションが取れなかったので、人と喋るっていうことすらもうストレスで、それが喧嘩の原因になったりしてたので、すごく一人でいることが多かったです。この時はね、自分のことが嫌いだったんじゃないのかなと思います。やっぱりみんなができることができないとか、みんなと考えてることが違うとか、そんなことを感じてたので、そんな自分が多分嫌いだったんだと思います。そんなことばっかりしてると、周りの人たちはやっぱり僕のことをなんか悪く言うというのか、仕方ないんですよね。小学生の頃なんてもう言葉に出したことがもう本音じゃないですか。思ったことを口に出すのってもうそれがもうそのままストレートに相手に伝わるので、たくさん言われました。あいつ気持ち悪いよなとか、僕が何かに参加したくてもあいつ来たから帰ろうとかって言われたり、そういうことを言われるとまた余計なんか人と関わりたくなくなったりっていうことがありました。そしてそういうことを言われた人たちと、なんで僕がそんなこと言われなあかんのって言って喧嘩になって、相手を怪我させてしまって、両親が向こうの家に謝りに行くっていうことがよく
ありました。ただ僕が思うのは、その当時は無視をするとかそんなん気にせんかったらええやんって言われるんですけど、それができない。本当に難しくて、今でもそうなんですけど、自分の中の大切なものを保つためには絶対に引けない部分があったりするんですよね。絶対に譲れない、絶対に引き下がれない瞬間っていうのがあって、それを無視しとけばとか気に しない方がいいんだよとかって言われても、全くそういう言葉に意味はないんですよ、僕にとって。だからその当時はもう自分が傷つかないために相手を傷つけるっていうような感覚だったんですよね。自分のテリトリーに入ってくる人はみんな自分を傷つけると勘違いしてて、だからもう本当に野生のような考え方をしてました。小学校5年生の時に野球部に入ることになります。後から母に聞いた話なんですけど、野球をするなんてもってのほかだとそのお医者さんに母は言われたそうです。実際集団行動が苦手で、周りの人と同じことをするっていうことが苦手だったので、もってのほかだって言われたんですけど、うちの母はいや、そんなことはないと、やってもないんだからやってから決めたらいいじゃないですかって言ってくれて、僕が野球をすることを、許してくれました。2年間だけですけど小学校で野球をしました。お医者さんが決めることじゃないじゃないですか、僕ができるかどうかなんていうのは。やっぱり僕がやりたいって言ったことをやらせてくれた母に今はとても感謝をしています。で、中学校に入って、でそのまま中学校でも野球部に入りました。でも結局やっぱりずっと小学校2年生から積み重なってきた人への考え方だったり思い方の違いだったりっていうのはあんまり抜けなくて、やっぱり中学校1年生の頃からまた問題を起こして学校抜け出したり授業には出なかったりとか、たくさんいろんなことをしました。一番辛かったのは中学2年生の頃でした。その時はね、もう何かができないことを、うまくいかないことを全て何かのせいにしてできない理由を作ってました。本当にもう何もかもがうまくいかず自暴自棄になって、家族が支えてくれてたのにもかかわらず自殺未遂までしようとしてました。てかしましたね。その当時は体は生きてても心は死んでるような、そんな状態でした。そんな中学2年生の頃にうちの母の仕事関係で来ていた、おじさんがいたんですけど、その人に僕の悩みをちょっと相談してみたんですよね。もう何もうまくいかないと、まるで自分だけもう人間じゃないかのような感覚なんだって言って、じゃあやっぱり変わってるっていうことをいけないと思ってたので、でもどうしようもできないんですよね、そういうことって。受け入れたいけど受け入れられない現実が今目の前にあって、小学校の頃に言われた変わってることに対しての悪口であったり嫌がらせ嫌味だったっていうのがもうトラウマになってて、考え方があんまり柔軟じゃなかったというのが、これはダメって決めつけてたんですけど、そのおっちゃんが僕に一言変わってるって長所やんって言ってくれたのが、僕にとって人生の大きな節目になります。その当時はね、やっぱ変わってるっていうのは本当に悪いことだと思ってて、なんかみんなができることができなくて、なんかそういうことを周りの人たちは悪く言うし、それがいけないという雰囲気がその学校とか世間にあったので、それに飲み込まれそうになってた時の自分にかけてくれたさっきの言葉が僕を救ってくれました。僕がその言葉によってどう救われたのかっていうのは、簡単に言うと物の見方ですよね。例えばですよ、ここに僕がストリートライブで貯めたチップ募金があります。こう見たら、こっちからねこう見たらここしか見えないわけじゃないですか。銀色の硬貨がいっぱい入ってる、これはセントの硬貨なんですけど、なんかセントしか入ってへんなって見えても、例えば違う方向からこう見ると、こっちの裏にはドルの硬貨がたくさん見えるんですよね。簡単に言うとこんな感じです。例えが下手くそかな悪いところしか見えてないのかもしれないじゃないですか、僕らが普段見てるところって。自分が何かそうやって変わるためには何をすればいいかっていうのを考えた結果、小さなことに感謝をするということを始めました。本当に小さなこと、何気ないことでいいんです。例えば朝起きて伸びをして目覚められたことに感謝とか、朝ごはんを食べててこの食材を食べれていることに感謝とか、毎朝お弁当を作ってくれる母親に感謝とか、
もうちっちゃなことに感謝をしていったんです。するとそんな簡単にね、不満なんて見つからないんですよね。今ここに生活ができて生きていけてること、それに感謝をすると、そんな大層なことが思えなくなってしまうんですよね。簡単に言うと、当たり前になってることを再確認していくという作業になります。でもこれはね、すごく僕の世界を豊かにしてくれたことです。それをしたことによってもう一つ気づけたことがありました。それは自分が変わらないと何も変わらないということです。さっき言ったみたいに、こうじゃないといけない、こうあるべきだ、こうしないといけないっていう考え方は一定方向からしか物事を見れないので、実はちょっと角度を変えたら面白い見方ができたり、下から覗いてみればもっと景色が綺麗に変わったりっていうことがあったとしても、世間一般的にこうだからこうだからこうだから、常識的に見るとこうだからっていう考え方にとらわれてると何もできないんですよね。だから僕はこういう景色を見てて、この景色が嫌だ、これを変えたいと、周りが変わるのを待つよりも自分が動いてしまえば、その環境も景色も変わるっていうことに気づいたので、自分が変わらなければいけないっていうことに気づきました。これはね、すごく大きなステップになりました。そしてそれとほぼ同時期に Mr.Children というバンドと出会います。彼の音楽にすごく心を惹かれた僕は、彼たちのようになりたいと思うようになりました。それが、今僕がしている音楽をするきっかけになりました。そして自分をコントロールする、方法を見つけた僕は、なんとか中学を卒業することができ、悩みに悩んだんですけど、高校に行くことに決めました。I just wanna tell you I am, honey, now. Take me to loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your hand on my beating heart, thinking out loud, maybe we found the love right where